はい、こんにちは。今日はね、2023年総集編やっていきたいと思います。今回が前編の、次回が後編の2部構成なんだけど、本編だけでは説明できなかったところとかも交えながら進めたいと思います。ということで、行ってみましょう。まず前回壊れたバギー、こいつをベースにします。で、金銀が合計 105.7 キロ。前回は重いことがデメリットでしかなかったんだけど、武器のダメージは重量が関係してくるので、突撃してダメージを与えるって場合はダメージが大きくなることが期待できますね。こちらね、ものとしては超重量級の車体をエンジンで走らせて大ダメージを与えるってな乗り物ですね。話の流れとしては、この後実装される電気のアップデートの準備のために旅をしてる途中で、歩いて行ける場所で電気が調達できるならこっちに行くし、遠くまで行かないといけないようだったら第二本拠地に戻って船で旅に出るし、どっちに転んでも大丈夫なように、この後電気が実装されるまではこの辺を中心に作業していきます。よし、こんなもんかな。では行ってみましょう。いけるのか？お？いったー12万ダメージ、予想以上の成果が出ました。この坂を氷の坂にして物を滑らせて運ぼう。まずは氷の破片をくっつけてちゃんと滑るのかを確認してみます。なかなかいい感じに滑りますね。氷や気温に関する地味検証詰め合わせみたいな回ですね。氷はもっと遊んでみたくもあるんだけど、存在する場所が限られてるのと、自動で生成されたりしないので大事に使いすぎてあまり活用できてないですね。ついでにゴムで角をカバーしてまあまあいい感じに滑りますね。持ち歩きたい荷物が100キロ超えるので、エンジンの力で補助ができるような台車があれば便利に運べるんじゃないか。大荷物を便利に運ぶために補助動力がついた台車を作ってます。今までいろんな乗り物とかを作ってはいるんだけど、多分200キロかそこいらの荷物だったら台車が一番効率がいいような気はしますね。エンジンをオンにしてみます。ちゃんとアシストしてますね。さっきより楽に坂をクリアできました。チェーンじゃなくってどうやって動力を伝達するのかというと、ローラーですね。よし、連動して他のベアリングも回りますね。映像だと分かりにくいんだけど、5個先までギリギリ動く程度かな。いろいろ調整していった結果、ギリギリ先の方まで動いてる感じですね。武器としてはどうかな。おりゃ
やっぱしダメかこの程度の回転だとキックバックも発生しませんでした。よいしょ。ホルスターを使えばなんとか持てますね。このチェーンソーとドリルはローラー駆動と円錐型の動力の実験で、車でいうところの CVT みたいに動力の強さを変更できる変速機を作るような野望があったんだけど、この後実装される電気だと簡単に出力を変えることができるのもあって、ひとまず保留にしてます。遠心力が発生する分、広がったところの方が強い力が発生してるみたいです。先日アップデートが入ったんだけど、今回の目玉商品は電気。新しく何かが実装された時には行ったことのない場所まで行かないといけないってな仕組みになってます。果たしてここに風力発電所があるのか見つかるといいんだけど、ありました。あれが風力発電所ですね。よし、ひとまず退散。LED が光りました。おりゃー、ちょっと待って、もっと長くしないと届かないですねよし、残り1個。よし、最後の一つを破壊しました。モーターの後ろ側に電池の入力側をくっつけて、モーターを回してやると充電できるはずなんだけど、充電できてる？逆か。LED を置いてやると光るので、電気が発生してるところは間違いなさそうなんだけど、充電するにはもっとパワーが必要かも。風力発電機壊しちゃったんだけど、もしかしてあれがないとダメなのかな？よしよし、2つ目もクリア。よし、これで風力発電所を無傷で制圧できました。ありました。あれが古代の V です。ちなみにこの世界では電池を並列つなぎにすると出力が上がって、直列にすると持続時間が上がるみたいです。で、太陽電池を設置して、さっき空っぽになったバッテリーを置いてみると、充電できてる？こっち側にも V が2つありますね。また2つ見つけました。太陽電池は面積が増えたら増えた分発電効率が上がるはずなので、いっぱい集めたいところではあるんだけど、さっきまでの効率を見てた感じ、あと数枚増えたところで画期的な効率になるような予感はしませんね。よし、燃料が準備できたので火力発電装置を作っていきましょう。って言ってもね、モーターとエンジンをこうやってくっつければできました。これでエンジンに火をつけて、いざ
かなりいい感じの音が出てるので、モーターの後ろ側にバッテリーの入力側をくっつけてみると、かなりな充電速度ですね。回ってる羽を強化してやればもっとパワフルに回ってくれるはずで、羽を強化するためには薄く切った草の板を何枚も貼り合わせればいいんだけど、これを風車のプロペラに貼り付けていきます。こんな感じで羽4枚とも貼り付けました。渡れる。絶対に渡れる。渡りきるんだ。形状自体は以前作ったものとほぼ同じ形状でいきます。エンジンの時と同じようにオンオフのレバーをつけてるんだけど、今回は荷台を太陽光パネルにしてるので、太陽光パネルから電池に充電ができるようにしています。では出発って言ってもね、本当に大した距離じゃないし、大した坂もないんだよね。今回はちゃんと稼働するってのが分かったってことでいいでしょう。こいつに水かき用のパドルをつけます。なんとなく動きますね。ちゃんと動きますね。このまま V を取りに行ってみましょう。私はつよつよプレイヤーなので、待ってーよし、ちゃんと動くことも確認できたので、早速行ってみましょう。そんなこんなで無事に到着しました。噴気口は常に熱が発生しているので、これで発電できるとしたら無限発電が実現できるんじゃないか。さっきの島には噴気口がなかったので、ちょうどこの総集編の最初に言った噴気口まで戻ったのと、噴気口でしかできない発電方法として地熱発電を試してますね。まず火を使わずにどうやってエンジンを回すのかなんだけど、この噴気口の外は0度で噴気口の中は100度なんだけど、こうやってつなげることで噴気口の熱が外に伝わってエンジンが回るってな仕組みになってます。しばらく様子を見てたら一気に充電が進むようになりました。おおむね見たまんまの電気でモーターを回す単純設計なんだけど、ポイントとしてはプロペラ部分を水にギリギリ浮くくらいのゴムで作ったのと、柄の部分がバッテリーになってて、この電力をここの金具で伝えるっていう仕組みになってます。泳ぐより速いくらいのスピードが出てるので、基本性能としては十分ですね。海に財宝があるってな噂を聞いて、船とこの水中モーターを合わせて海底探索をするってな書いて、それ自体はうまくいってるんだけど、
近くではお宝が見つからなかったんだよね。電池が限られてるのであまり遠くまで行けないってな問題があるんだけど、それを解決したのが次の回です。以前使った火力発電を充電に使うんじゃなくって、そのままモーターを動かしたら強い力が出るんじゃないか。すでに確認済みの火力発電と電動式ボートの合わせ技になります。いよいよ海底の財宝探しに行ってみましょう。この後10時間以上探しても見つからなかったので、これは少し後に仕切り直しをしてます。ちなみに無限発電ではないにしてもちょっと強力すぎるかなと思って、私の中で禁じ手スレスレですねこいつのプロペラを飛行用に変えれば空を飛べるんじゃないか。この部分から外してこれで試してみると全然ダメですねここまでやればそろそろ飛べるのでは。枚数以外に揚力を上げれる要素としては角度か。最初40度くらいでセッティングしたプロペラをさらに浅めの30度くらいの角度に変更してみます。すると飛べました。ちゃんと角度を調整してやればこの枚数で飛べたんですね。つまりモーターの出力に対してプロペラの抵抗が最適な状態にするのが一番高く飛べるってことみたいですね。気圧に関係する現象の一つって低いところでは空気が濃くって高いところでは空気が薄い。この場所はちょっとした丘になってるので、この丘を降りた海岸、ここからさっきの電線の高さまで飛べるはず。いざここまでの映像でこの世界での空気の密度は地面の高さにかかわらず標高で決まると判断して良さそうです。この次に公開してる飛行機を作ってる最中なんだけど、飛行機がうまく飛ばないのでプロペラと気圧について細かい検証をしてるところですね。この成果もあってやっと飛行機が完成します。よし、なんとなく飛行機っぽくなったんじゃないでしょうか。いざとりあえずちゃんと前進するし物理的に干渉してる箇所もないので、この調子でプロペラとか翼を増やしていけば大丈夫かな。プロペラの角度がとても重要であることに気づいたので調整してみます。40度くらいにしてみると飛べました。この飛行機はこの後もいろんなチューニングをしながら今も使ってるやつなんだけど、足掛け1ヶ月ぐらいかけてやっと完成しましたね。このプロペラをエンジンにくっつけて比較してみよう。
てな算段なんだけど、こうやって火で炙ってやると温度が上がってエンジンが回り始めるんだけど、松ぼっくり1個分だと飛べませんね。この数字だけ見ると軽いモーターの方が便利に見えるんだけど、動力源のバッテリーが 1.3 キロ、松ぼっくりだと 0.2 キロなので、バッテリー6個半ですね。飛べました。これだけくっつけると電池2個分のパワーよりも飛べてますね。こちらはモーターの登場で出番が少なくなったエンジンの有用性を手探りしてみた回で、ざっくり結論としては、大型のものの場合はエンジンが良さそうなんだけど、空を飛ぶものはモーターの方がいいってなことが分かったので、飛行機は予定通りモーターで動かしてます。はい、こちらが今回完成した飛行機。本題としての部品はプロペラ、羽、電池あたりで、他の部品は飾りと微調整を兼ねた荷物ですね。よし、いざテイクオフ。重量が増した割には結構飛べてますね。海の財宝が見つからなかったので、まだ周囲に未探索エリアを残してる第2本拠地まで戻るってな目的で、飛行機を長距離飛行型にチューニングしてます。あの辺に見えてるのが空中都市で、あの麓の以前作業をしてたあたりに着陸できれば OK です。目標地点は視界に入ってるし、変な風さえ吹かなければ大丈夫なはず。ここで変な風がちょうど電池も切れちゃって、運が悪いと着水した瞬間に草が変な抵抗を受けて大破したりするんだけど、運よく無事に着水しました。以前使ってた一番艦を大幅改装して財宝探しに行きたい。こちらが昔から使ってるというか、しばらく使ってなかった一番艦と言いたいところなんだけど、ずいぶん昔に作ったやつなので作りが雑なんだよね。なので本体となる部分を新たに用意します。で、動力はとりあえず一番艦の第2動力を移植します。これであとは甲板をつけて、よし、大型船が完成しました。引き続きこの大型船であっちの島まで資材集めに行ってみましょう。第2本拠地の周辺はまだ古いバージョンの時に生成された土地なので、新しい資材は持ってくるしかないんだよね。こっちの海の方は未開の地のままになってって、こうやって新しい資材も近くにあると、そんな感じで V を回収しつつ隣の島まで到着しました。でかいものを作るのはそんなに難しい作業ではなくって、
どちらかというとでかいものを動かすための動力をどうするかなんだけど、よし、ちゃんと前に進むものが出来上がりました。財宝を探しに行くために1年以上放置してた一番艦を大型回収してます。この船もこの後若干形を変えながら今でも使ってますね。よし、では出発。相変わらずスピードは遅いんだけど、まあのんびり行きましょうかね。そんな感じで進んでいってるんだけど、まあそんなこんなで無事に本拠地まで到着です。そもそも空母への着艦を考えると、以前のチューニングだと速度が速すぎて操作できる気がしないですね。なので機体性能をデチューン、すなわち下方修正します。まあ途中ああでもないこうでもないって感じで2点3点してるんだけどこれによって長距離の移動は空母に任せた短距離飛行用の艦載機仕様になりました。あとは細かい操作を練習すれば着艦できるはずなんだけど、これはいけるか？惜しい。というか、いや、これは船に乗ってるからセーフと言っていいのでは？審議の結果、セーフ被害状況を確認したんだけど、まず機体は見た目ほどの損傷はなくって数枚の羽が壊れてるだけですね。機体の構成は基本10枚組のユニットをジョイントでくっつけてるので、破損したユニットを交換すれば大丈夫だし、交換するほどの被害すら出てないですね。飛行機をコンパクトで分解しやすく作ってたのはもともと船に乗せることを想定してたんだけど、両方ともうまくいきましたね。ちょっとね、この状態で本当に動けるかどうかは確認しときましょうかね。おおむね大丈夫そうですね。で、実はね、動力も今ある程度解決してるんだよね。どういうことかというと、飛行機のプロペラを動力にできる。船の方でバッテリーを設置して飛行機の出力に直結すればプロペラに電力を供給することができます。で、これで船で移動しつつ飛行機で偵察ってことができるようになったんだけど、そもそも出発前に偵察しとけばよくね。ということで偵察飛行行ってみましょう。どのみち空中都市からも地形を見渡すことはできてるので、あとは海に沈んでる財宝が見つかるかどうか。この辺が限界か。あとはその辺にお宝が沈んでないかどうか。あれは？海の中に何かありそうでしたね。ここでさらにバージョンアップが入りました。イエイ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 。いざ財宝
宝探しの旅に行ってみましょう。なかなか好調な動きですね。アップデートでモーターの調整が入ったみたいで、前よりもいい感じに動いてる手応えがあります。ここでざっくりアップデート内容を確認してみると、要塞、自爆ドローン、イエロースライム。待って、お宝はよし、電池も少なくなってきたので、この辺に停泊しようかな。あれはイエロースライム。自慢の武器がまあ今はあいつにあまり時間をかけたくないので見なかったことにして次に進みましょう。前回偵察した時にもう少し先に財宝っぽい何かが沈んでたはず。あれか？あれっぽいですね。あとは泳ぐか。噂に聞いてた通りの合金の箱。そして中には宝っちェラありました。金がいっぱい入ってます。ということで無事に財宝を見つけることができたのと、この時たどり着いた島が今本編で滞在してる第3本拠地になるわけなんだけど、ちょうど霧もいいので、あとは後編でお話ししましょう。ということで後編へ続く。